皆さんごきげんよう。前回はカーストの、概論のようなお話をしました。で一旦そこで元へ戻りまして、今回は今から2500年前まさに、バラモン朝世界の中から、仏教が現れてくる、その場面に話を戻したいと思います。前々回まで申し上げました通り、当時のインドにはバラモン教社会というものが、これが一番大きなベースとして存在しておりました。でその基本原理の一つに、ボンと呼ばれる、絶対的なこの宇宙に変満するような神秘のパワーというものが存在し、それとの関係性の中で我々は、自分たち、一人一人の幸福を、実現していく。言ってみれば、外側に自分たちを救ってくれる絶対的な存在を想定することで、それとの関わりの中で自分たちの幸福を追求していくという、これは言ってみれば宗教としては極めて当然のごく普通の形の世界であったわけですね。しかしそこにシャモンと呼ばれる人たちが登場し、画期的というのか独創的な、世界観幸福感というものをそこに生み出してくるわけです。で彼らの基本的な共通点は、自分たちの努力自分たちの力によって自分たちの幸福、幸福というとちょっといろんな意味合いがきますが、自分たちの心の安寧心の安楽を追求していくという、世界史の中でも人類の思想史の中でも極めて特殊な形の運動がうねりがこの時代に現れてくるわけなんですね。でその中の、もちろん、筆頭リーダー格というのか、今でもその宗教が残っているという意味では最も、力の強かったのが釈迦でありますけれども、当時としては釈迦の教えがそれほど力があったかどうか分かりませんけれども、その後の歴史の中で、釈迦の教えが一番全世界的に残ったという意味では影響力が一番強い人であったというふうに想定することはできますね。それで、そのシャモンたちのたくさんいる、いろんな種類のシャモンがいるわけで、人によって皆考え方は違うわけです。同じシャモンと言いながらも、努力によって自分の幸福を追求すると言いながらも、それはどのような形で、そしてどのような幸福を追求するのか、それは人それぞれに皆違ってたわけなんですね。それまでの時代にシャモンたちの生き方を決める規範というのはなかったわけですから、これは新たに現れてきた考え方ですから、どういうふうにすればよいのかという手本だとか指導者はいないわけです。それぞれが自分たちで考え自分たちで努力の道を見つけていくという、そういうそれぞれの思いが反映する道が多様に現れてきたわけなんですね。で、その時に一番問題になるもう基本的な問題は何かというと、幸福というものを追求する、その幸福とは一体何なんだと、我々の幸福って何なんだと、心の安楽とは一体何だという、そこのポイントでも考え方が違ってくるわけです。でここに書いておきましたけども、これ2つね、全く違う方向性がありうるんです。で一番はですね、幸福な状態を実現するために努力するという考え方です。何にも不自然なとこありませんね。違和感ありませんね。我々は努力するのだ。幸福に向かって努力するのだ。その先には何があるのか。それは努力によって幸福な状態が実現されることであると。当たり前のことを言ってるんですよ。ところがですね、お釈迦様はそう言わないんですよ。でどういう歌かと言いますとですね、
この世の中で我々が努力をすれば幸福になれる、幸福な状態は我々の努力によって実現するというその考え自体が実は錯覚であるというんですね。なぜならば世の中は我々が努力すればそれに応じて我々を幸せにしてくれるような形で動いてはいないからだというんです。世の中というものは我々がこうありたい、こうしたいという、自分たちの欲求に従って努力をする、その努力に世の中は報いないというんですね。どう思われますか。じゃあもし世の中がそのようであるならば、そうであるならば、つまり我々の幸福に向かって行う努力に報いてくれない世界であるということがもし分かったならば、その人が心の安楽を求めるにはどうしたらよいかと。実はお釈迦様の教えというのはそこから始まるんですね。そこから始まるんです。で、その時には道は一つしかない。それは自分の努力によってより良い状態、より幸福なる状態を手に入れようと願うその意欲を捨てよというんです。これちょっと聞くとね、怖い教えですね。怖い教えです。なんだか世の中のすべての人たちが力を合わせて夢と希望を追い求めているその中にあって、釈迦はその夢と希望は叶わないのであると。だからその叶わない世界で本当の安らぎを得たいと思うのならば、その欲求を捨てることしかそのための道はないというんですね。でこれを初めて特にヨーロッパの人たちが初めて仏教と出会った時、こういうことを聞くわけですね。そうするとそれはもうびっくりして腰を抜かして、そしてなんて恐ろしいことを言う宗教なんだと。これはまるでニヒリズムじゃないか。何もするな、何もしない、それでいいんだ。つまり何の積極性もないような宗教じゃないかと、こう理解されたんですね。ですからその仏教というのは非常にそういう意味では一神教世界の中では誤解されやすい、宗教であります。それでそれは何なんだと、そのお釈迦様の真意は何かということなんで、真意はもう言ってる通りなんですけれども、つまりね、世の中の動きは、実際の世の中の動きというのは何なんだと、そこを見極めるところから話が始まるんですね。つまり世の中というものが我々の欲求を満たしてくれるような姿で、つまり頑張れば頑張った分だけ我々はより快適で、そして利便性が高く、自分の欲望を満足できるような、そういう世界が実現するのだ。つまり自分のやりたいこと、持ちたいもの、欲しいことが手に入るような世界になってほしいと願って努力すればその通りになるんだという世界ならば、そのために努力をすればいいんだということです。しかし世の中というのは我々が勝手な思惑で自分の欲望に合った形で希望を持ち、それを叶えたいと思って努力をしている時に、実際の動きは、世の中の本当の在り方はその欲望を全て打ち壊すような、欲望が叶わないような形に動いていくものなのだと。そのように世の中を見たならば、もはやその世の中の流れの中で、欲望の充足、つまり自分の欲求を満たすために努力をしていくということは、ゆくゆく最終的には裏切られるのであると。そこへ自然というもの、人間の思惑を離れたこの世の実際の動きですね。それは我々のその
言ってみれば自分の欲に駆られたような希望の世界を打ち砕くような形で必ずや我々に迫ってくるのであると。それが分かっていながら、それでもその無駄な努力を続けるならば、余計に一層にその人は不幸になる。決して幸せにならない。なぜならば自分の欲求が満たされないどころか打ち壊されていくということを目の前で、心に実感しなければならない。それを受け止めねばならない。その時の苦しみは大変なことになるのであると。で、世の中の動きがそのようなものであると理解したならば、その中で自分の心の安楽を求めようとするならば、その道は一つしかない。それは求めないことだと言うんですね。で、このお釈迦様の教えを聞いて一番恐ろしい思いは何かというと、もし世の中の人が全て釈迦の教えに従って何も求めないような、そんな世界がここに実現したとしたら、一体人間活動というのは何になるんだと。人は何のために生きてるんだと。人の存在価値は何なんだと言って、今まで人が積み上げてきた人類のさまざまな意欲とか、夢とか努力とか、そういうものが無駄だということになってしまうじゃないかと。つまり向上する、今よりも良いものを求めるという気持ちを捨てようというんだから、そんなことをしたらもう人類は何の進歩もないじゃないかという話になっていきます。それは全くその通りなんです。当然なんです。それでその釈迦の教えと今言ったようなその現実のこの人間社会とのジレンマですね、これは一体どう折り合いがつくのかということなんですが、ここが仏教のキーポイントになるので、仏教というのは今言いましたお釈迦様の教えを全世界の人々に教え説き広め、世界中の人々が釈迦の教えに従って欲望を捨てた生活を送るということを目的とする宗教ではないんです。仏教の目的は現世のより良いものを求めるという当たり前の人間の価値観、この世俗の価値観の中で生きることのできない人、その生き方からどうしても外れてしまう。つまり進歩や夢やそういうものを目の前の目標として生きることができなくなってしまった人、もっと言うと生きることに絶望を感じるような人、そういう人たちを選んですくい上げて、そしてその人たちに意欲を持って、つまりそういう人たちが絶望して行き場所がなくなった時、その人たちを受ける受け皿として仏教というのはこの世に現れてきた宗教なんです。お釈迦様自身がそのことはよく理解して仏教という宗教団体をお作りになりました。だから仏教という宗教団体は決してそれを世の全ての人類に広めるために存在しているんではないんです。そうではなくて、この世の中で生きづらい人、この世の中の何て言うかな、明るく楽しく生きましょうというそういう生き方にどうしても馴染めず、絶望し独りぼっちになっているような人たちを受け入れて、そしてそういう人たちが肩寄せ合って生きていく、そのための道を提供するのが仏教という宗教のもともとの本当の存在意義なんですね。ここのところをよくよく理解していただきたいと思います。世界の三大宗教なんていうバカバカしい言い方がありまして、まるで仏教というのも他の2つの宗教と同じように世界宗教を目指している宗教であるかのように捉えられますが、そんなことは全然ないのであって、仏教というのは常に世の片隅にあり、そして、メインストリームからどうしても外れてしまう生き方の人たちを受け入れつつ、いつまでもその人たちを救い続けるというのが仏教という宗教の本筋なんですね。ですから今日初め私が皆さんに申し上げたことはちょっと、聞くとびっくりなさるかもしれませんが、今のような構造の中に
仏教の教えを置いてみますと、極めてこれは意義のある存在だということが理解していただけるんじゃないかと思います。ちょっと今日は硬い話になってしまいました。また次回からじゃあその仏教というのを具体的にお釈迦様はどのように制度設計なさったのかというようなお話に続けていきたいと思います。じゃあ今日はこれで終わります。皆さんごきげんよう。